こんにちは、みくらです。久しぶりにサバイバルでお送りしております。ただいま建材集めのため、トライアルチャンバーに潜入中。壺、装飾に使えるので助かる。サバイバルワールドをご紹介するのは、久しぶりなのですが、結構探索して遊んでおりました。素材集めが主目的なので、ダンジョン探索は、あまりできていなかったのですよね。ということで宝物庫などは、残しつつ、使えそうな建材を、まるっともらって帰ろうと思います。銅は割と集まりやすい素材なのですが、まだ蜂蜜農場を作っていないので、ハニカムが手に入らず、錆び止めされた銅が少ないのですよね。銅の格子も大好きな素材なので、まるっといただいて帰りますね。こんな感じですっきり仕上がりました。境界岩レンガブロックもある程度取ったので、大枠は残しております。膝に矢を受けてしまってな。赤い鍵が手に入らなかったので、また再挑戦しようと思います。上のエリアを一時的な保管所にしております。拠点からそんなに離れていないとはいえ、これから運ぶ作業がしんどい。早くシュルカーボックス作らんとな。蜂蜜農場も作りたいしエンドにも行きたいのですが、探索で荷物が増えてしまったので、取り急ぎ保管庫を増設したいところ。探索するとアイテム数が増えて、すぐ倉庫がいっぱいになってしまったのですよね。スタックできないポーションがその代表例。それに加えて、ポーションはバージョンアップで増え続けているので、今後のことも考えて、大きめのポーション用倉庫を作りたいのですよね。無事に荷物も運び終わったので、これらも活用しながらポーションハウスを作ります。というわけで拠点の隣に建築していきます。用途としてはポーションを作る醸造所と、材料を保管する倉庫、さらに出来上がったポーション用の保管庫を作ります。ポーションの数は、単純なポーションの種類だけで20種類以上。強化されたものを含めるともっとたくさんのチェストが必要となります。さらにアップデートで今後増えていく可能性もあるので、後々建物の増設がしやすいモダンな建物にしようと思います。トライアルチャンバーでもらってきた境界岩系のブロックをふんだんに使っております。多めにもらっておきました。こんなんなんぼあってもいいですからね。モダンハウスとも相性良さそうで、嬉しい。玄関を作ります。ダークオークのドアとトラップドアを使いますね。モダンハウス建築だと凹凸が少ないので、のっぺりした感じになってしまうのですよね。なので玄関を少しへこませます。倍速建築していますが、通常速度で見るとめちゃめちゃもたもた建築です。クリエイティブモード建築に慣れすぎて、ブロックの設置もままならない。屋根は少し色味を変えて、磨かれた深層岩を使用します。ドアはこんな感じで出来上がり、マイクラのブロック軸的には同じ位置なのですが、トラップドアを使ったので凹凸がいい感じにできました。
左側には大きなガラス窓を作るのですが、こちらも板ガラスを使って、同じブロック軸だけど凹凸がある感じにしてみますね。境界眼系ブロックを組み合わせて、背面も同様に作りますね。1階の外壁はこんな感じになりました。いかつい。2階を作る前に、ある程度部屋を区切っておきますね。ここは2階の床になる高さなので、磨かれた溶解岩ブロックを石ブロックに変えておきます。足場を上り下りするのがめんどくさくなってきたので、2階に続く階段を作ります。本当はモダンハウスっぽく、ハーフブロックの階段にしたかったのですが、スペースの関係で階段ブロックです。サバイバルワールドの妥協点ですね。楽しい。全体的に石製の建物でいかつすぎるので、外から見える1階のこの部屋だけ、フローリングの床にしますね。樹皮を剥いだオークと樹皮を剥いだ白樺を、このように組み合わせて設置します。いい音。1階の天井を石のハーフブロックで、2階の床を石ブロックで作ります。細かいですが、1階の天井をブロックで埋めて、2階の床を実質2層にすることで、2階に水を設置しても水漏れしにくくなったり、2階の床にレッドストーントーチなどを仕込みやすくなるので、サバイバルでこのような機能を持たせる建物を作るときは、よく2層にして作っています。2階の床と天井を作りました。単純作業なので全カット工法です。2階はちょっと素材を変えて、入り口に使ったダークオークで壁を作りますね。あとは同じ要領で壁を作ったら、外装の完成です。通常だったら内装作りもお見せしたいところなのですが、モダンハウスの内装に使えそうな、エンドロットなどのアイテムが、まだ集まっていないのですよね。というわけで作っておきました。シーランタンも1個しかなかった。そこそこモダンな感じになったかな？ 2 階はこんな感じ。ところどころ松明が突き刺さっているのが気になりますが、エンドロットを入手したらリメイクするので、とりあえず OK。実際に歩いてご紹介しますね。線路の前にある家っていうのも、モダンハウスの雰囲気に合っていていいですね。普段は風建築ばかりしているので、新鮮な気持ち。中に入ってすぐ、本棚の装飾とリビングへの入り口があります。ちょいちょい設置してあるカーペットの下には、漏れなくジャックオランタンが隠されています。湧きつぶし、大事。2階に上がって右側はキッチンにしています。キッチンという名の醸造スペースです。水源を置いているので大釜は必要ないのですが、一応装飾で使っています。
それっぽくなったかな？この建物の目的である、貯蔵スペースやポーションの保管庫は、とりあえず2階に集約させています。いつも作り方を忘れてしまうので、看板でのメモも忘れずに。こちらが保管庫。まだない素材は看板でメモしています。ポーションの材料も完成品もこちらに集めていますが、すぐに手狭になると思うので、チェストを増設するときは、隣に作った大部屋や、1階で空けているスペースに収納していこうと思います。より街っぽくなってきました。久々のサバイバルでしたが、いかがでしたでしょうか？次回もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。